小麦を刈るコンバインです。横に立ってみるとこんな感じ。この1台で一気にこなしてくれます。ダンプに乗って行ってきます。暑いです。並んでいます。やっと終わったよ。皆さんこんにちは、さおりです。今日7月13日、本日から小麦刈りが始まりました。ということで、私のこの後ろにあるのが小麦を刈るコンバインです。機種によって大きさは違いますが、高さが約4メートル、幅が 5.4 メートルあります。横に立ってみるとこんな感じ。めっちゃタイヤと同じサイズくらい。いつも乗っているジョンディアよりもずっと大きくてかなりの迫力です。この部分で小麦を刈り取っていきます。数年前だったらだいたい7月末頃に収穫を行っていたんですけども、もうね、暑くてどんどん成長が早くなって、小麦の収穫もね、今日からスタートという形です。農家それぞれ1台ずつ所持するのは大変なので、私たちの地域では3台のコンバインを共同で所有して、地域の農家みんなで協力して使っています。毎年みんなでお金を出し合って積み立てをして、それで機械の修理をしたり、新しいコンバインを購入するための資金にしています。コンバインで小麦を刈り取り、茎と実を分離させて、粒だけを内部のタンクに溜めていきます。なので収穫から選別までをこの1台で一気にこなしてくれます。刈った後残った藁は畑に巻きながら進んでいきます。小麦の収穫の目安は色合いと穂の状態で見極めます。実際に穂を手に取り指で粒を潰してみて、簡単には潰れず硬さが感じられれば収穫の目安です。私たちの地域では3台のコンバインを所有しているので、それぞれ別の圃場を刈ることもあるし、3台同じ圃場を刈る場合もあります。その時々、その場合に応じてみんなで相談して刈り取りを行っています。コンバインの中にだいたい5、6トン小麦が乗るんですけど、そうですね、一度に刈り取れるのはだいたい1ヘクタールくらいだと思います。コンバインのタンクがいっぱいになると、中の小麦をダンプに移します。ダンプに積んだら出荷場所へ運びます。ということで、今ダンプの中に小麦を入れています。なので小麦の収穫はコンバインに乗って小麦を刈る人と、その小麦をダンプに積んで出荷場所へ運ぶ人、二手にね分かれています。去年までは鍛冶職人が小麦刈りをして、その出荷を私の父がやっていたんですけど、私もね中型免許を持っているということで、今年はねこのトラックに乗って運んでいきます。ということで早速ダンプに乗って行ってきます。バイバーイ。ということでトラックに乗り込んで、これからね農協へ向かいます。以前からね中型免許は持っているんですが、あんまりこう頻繁に乗ることがないのでちょっと怖いです。ということで農協にやってきました。こう出荷するためにはまず今ここスケールという測りに乗っていて、
その量りに乗ってから、今度小麦を出荷して、その後もう一度このスケールに乗って、このね、トラックの重さを測って、小麦がどのくらい入ってたのかなっていうのを計算する形になります。すごいもうトラックごと測れる、ここ全部が測りになってます。私は第7新婦です。もう混んでくると、ここがね、もうトラックでいっぱいになるくらい渋滞します。今日はまだ空いてますね。スケールに乗った後は、6カ所ある新婦のうちどこに行けばいいか指定されるので、そこへ向かいます。今、ダンプアップして、後ろの新婦に小麦を開けています。でこの新婦に開けるのも、もう全部ドサって入るわけじゃなくて、少しずつね、入る感じになるので、ダンプアップしたままちょっと待ちます。小麦がすべてトラックから出たら、ダンプを下ろしてもう一度スケールへ移動します。最後にどれだけ出荷したかデータをもらって、これで完了です。この作業を1日に何回か繰り返します。農協から戻ってきました。ここでコンバインの中がどうなっているのかちょっと覗いてみましょう。ちなみに今回お邪魔したのは3台のうち一番大きいレクシオンの650です。こんな感じで後ろはタンクの中の様子を見ることができます。刈り取っている時はこんな感じ。すごく迫力があります。本日第3回目の出荷です。ちょっと並んでます。この前に3台いるんで、私は4番目です。暑いです。何度あるんだろう。とにかく暑くて、扇風機をつけてなんとかやり過ごしてます。というのもですね、待機時間はエンジンを止めておくというルールがあるんです。CO2 の排出を減らす目的で、環境のためには大切な取り組みなんですが、最近は気温が30度を超える日も当たり前で、本当にこれでいいのかななんて思うこともあります。窓を開けてもね、もう熱風しか入ってこないので、窓開けても涼しくないし、めちゃくちゃしんどい。汗だくです。私いつもサングラスは似合わなくてつけてなかったんですけど、最近ね、サングラスをいただいてつけるようになりました。これ DJI のなんですよ。DJI って書いてる。めっちゃ可愛くて、しかもめっちゃコンパクトに折りたためる。このレンズの部分も半分に折りたためるんです。どう？似合う？多分似合わないと思うけど。はい、ありがとうございます。うわ、めっちゃ並んでる。鬼並んでるんですけど。はい。ということで、今回は私はご神父にやってきました。ご神父はこんな感じで、今私の前にはあと4台並んでいます。
さすがにちょっとトラックの暑さに耐えきれなくなってきたので、外に出ようか迷っています。ちょっと開けてみようかな。外の方がちょっと涼しいかも。これが私のダンプで、その前にまだもう1台並んでて、その隣にもね、もう1台並んでます。なので、私は3番目かな。外で休めるように日よけとベンチ、あと扇風機もありました。にしても暑いです。職員の方が取っていいよと言ってくれたので、新婦に開ける様子を近くで見てみました。ダンプから少しずつ小麦が落ちて、この下にどんどん入っていきます。下から今度は少しずつ上に運ばれて、乾燥にかける流れになります。やっと今、小麦を開け終わりそうです。だいたい新婦に開けるまで1時間くらいかかりました。よいしょ。やっと開け終わったので帰りのスケールに乗ります。めっちゃ並んでる。お願いします。暑い。はい、ありがとうございます。はい、今日4回目の出荷にやってきました。農協の受け入れが8時までなんですけど、今は7時20分ということで、あと40分で受け入れが終了なんですけど、見てください。並んでいます。しかもこれ、そっちがスケールじゃないんですよ。この建物の向こう側にもまだ列があって、その先がスケールになってます。なので、さっきとは比べ物にならないくらい大行列です。これは出荷するまで一体どれくらい時間がかかるんでしょう。私もね、こんな遅い時間に来たの初めてなので、ちょっとわかりません。早くお家に帰ってシャワーがしたい。ということで、我慢して待ちます。ちなみに、一日中コンバインがある場合は、お昼の12時と夜だいたい7時くらいに夜ご飯が出るんですよ。なので、私も今日晩ご飯が当たっているんですけど、こんなに並ぶとは思っていなかったので、置いてきてしまいました。これ果たして何時になるんだろう。ちょっと暑いのでね、食欲ないからいいやって思ってたんですけど、これは持ってきた方が良かったかもしれない。このホットシェフのカツ丼を食べます。ちなみにお昼ご飯はね、豚丼でした。もうね、結構個人でやってる方は、こうダンプ乗ってる
方が奥さんだったりとかするんですよ。なんで女の人は結構見かけるんですけど、こうね、地域のグループで買ってる人は男の人が多くって、私のところも私以外みんな男の人なのでがっつりですね。初めて食べるカツ丼、固まってて落ちない。きた。まあ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 。皆さんこの小麦刈りの時期は他にもね、なんかいろいろ収穫とかもある中で、朝早起きして頑張って他の仕事終わらせて来てるので、かなりね疲れてると思います。本当にお疲れ様です。あんな感じでこう小麦をね取って水分を測ってます。収穫の際に大切になるのが水分量です。理想的な収穫時の水分量は 20% 前後。高すぎると乾燥作業に時間がかかるので、出荷時に受け入れてもらえない場合もあります。なので雨跡には必ず水分量を確認して刈り取りを始めるようにします。逆に乾きすぎてしまうと収量のロスにつながることもあるので注意が必要です。左から7、4、3です。真ん中一番列長くない？わあ、ここからも果てしないんだろうな。とりあえず今スケールを通って重さを測って第4新婦っていう風に言われたので、第4新婦にやってきました。なんかこれはまだまだかかりそうです。倍くらいかかったりして。はい、もう11時を回りまして、あと私の前に1台ですね、います。なのでもうちょっと、あともうちょっとで帰れそうです。7時半くらいから並んでたんで、4時間くらいかな、かかってます。私の後ろにもまだ4台くらいはいそう。まあ、みんなお疲れ。さすがにね、もう夜なので、だいぶ車の中でも過ごしやすくなってはきましたが、日中の汗のベタベタがすごいです。早くお風呂に入りたいです。もうちょっと頑張ります。やっと私の番が来ました。今ダンプアップをして、ここからまたシンプルにね入るまで時間がかかるので、その間に片付けをします。シンプルに小麦を開け終わりました。なのでスケールに乗って終わりです。11時半です。終わりました。あとは安全にお家まで帰るだけです。やっと終わったよ。ということで明日も頑張ります。皆さんおやすみなさい。バイバーイ。昨日夜の12時くらいまでこう出荷に時間がかかって、今日は朝から他の方がねダンプを出してくれてたので、今もうお昼の2時なんですけど、今ちょうど私のこのダンプに小麦を積み込んでいる途中です。はい、ということで本日の第1回目並んでいます。このトラックに積んでいる小麦で今日の出荷枠は全てなくなります。なんですけど今日はこれで終わりではなくって、
でこの後ね雨予報なんです。なんでどのくらい雨が降るかわからないんですけど、ちょっと明日も天気が微妙で雨が降ったり降らなかったりするのかなっていう感じなので、明日の出荷分の小麦を刈り取っていきます。なのでそれをまたダンプに積んで積み置きという形でね、みんなのダンプに小麦を積んで今日はおしまいです。明日はその積み込んだダンプを最初に出しに行って、もしその後出荷枠があれば、あと小麦が乾燥していれば、さらに刈り取るっていう形になります。ということで今回私は4新婦です。4新婦のこの並ぶ列がここの線までなんですけど、もうはみ出してます。前はこんな感じ、めちゃくちゃ並んでる。その後刈り取り作業は夜の8時くらいまで行ったんですが、途中で雨が降ってきてしまったので中断になりました。おはようございます。昨日のね夜積み置きしたものをこれから運びます。積み置きの場合はこんな感じで時間を指定されているので、その時間帯に行く必要があります。そしてこれから雨が降る予定なのでシートをねかけました。とりあえずこの状態で農家へ向かって出荷する時にはねシートをめくるっていう形になります。で受け入れの時間帯は私は8時半から9時の間なんですよ。今43分なので急いで向かいます。レッツゴー。かけてる。スケールの前に並べました。私の前には15台くらいいます。積み置きでもこんなに並ぶんですね。昨日本当は、午後から雨がちょいちょいついていたので、結構皆さんこう出荷枠が終わった後は積み置きをしていたんだと思います。なのでこの段階でもすでに並んでいます。まだね、今日は9時前なのでそんなに暑くないですね。夜中の時間帯もポツポツ雨が降っていたので、午前中は刈り取りなしなのかなという感じです。午後から刈れればいいんですけど、またそこは水分量を見つつ相談になるかと思います。スケールに乗る前に職員の方がシートをめくってくれます。やっと出荷終わりました。今11時過ぎなので結局2時間くらいいましたね。出荷で待ってる時に雨は降らなかったんですけど、雨が降りそうな天気でもあるので今日はね中止になりました。
なので今日はおしまいです。これでまた明日ですね。はい、とりあえずうちの10ヘクタールは小麦すべて刈り終わりました。今出荷をして戻ってきたところです。だいたいね、毎年この時期にこんな感じで約1週間くらいかけて刈り取りを協力し合って行っています。今回私初めてのダンプだったので結構ね緊張したんですけど、落ち着いてね事故なく運ぶことができてよかったです。ね、もうちょっと他の農家さんの刈り取りがあるので続きますが、動画ここまで面白かったなって思ったらチャンネル登録、いいねよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。バイバーイ。